おはようございます。アーキースチューデントです。今回は、この面から立体のトラスを作っていくというのをやっていきたいと思います。では、いきます。まず、こちらの GHPython のスクリプトの中には、このようなコードが書かれているんですけれど、こちらのコード自体は、結構前の動画で、紹介させていただいたものをそのまま使っているというような、ちょっと変わってるかもしれないですけど、大体の中身は一緒です。で、こちらを使っていきたいと思います。ちなみに、こちらの入力はアイテムでフロートにしてます。イントでもいいんですけど、フロートでも大丈夫。イントだと整数で、フロートだと小数も拾ってくれるというものです。ちなみに、このサーフも何回か説明したんですけれど、例えばこれをこのようにすると A（LL となってるんですけれど、これだとエラーに出力がされないので、一回プラスを押してマイナスを押すと LL のみになるので、こちらでやっていただければと思います。今回面を出力しているので、こちらからやっていきたいと思います。まず、リコンストラクト。リコンストラクトビレップというコンポーネントを使って面の分解を行っていきます。こちらの面の分解をした情報をもとに、トラスを作っていきます。で、次にエリアを、こちらのフェイス、この面の中心点を取りたいので、フェイスにつなぎます。そして次にやっていくのが、この中心点を拾ったので、この中心点を動かしていきたいと思います。この中心点のこっちです。これを Z 方向に動かしていきます。こちらです。で、どちらに動かすかというと、マイナス方向に動かしていきたいと思います。こうですかね。マイナスに、マイナスの方向に動かしました。そして、この点と各面の4点をつなぐようなトラスを作っていきたいと思います。フラットゥンで、この点を一度、このようなデータから、このようにフラットにします。そして次にこのフラットのデータをこのパーティションリストですね。パーティションリストのこの S につなぐのがこちらになってて、012345、012345というふうに分けていってくれます。ちょっとこれは後から、使うと思います。そして次やっていくのが実際に点を結んでいきたいので、ラインを出していただいて、まず、エッジを一旦、拾っていただいて、こんな感じですね。この枠の辺を拾っていただいて、次やっていくのが、ラインの点 A と点 B をつなぐというコンポーネントで、この A のとこには、このエッジ
バーティクルですね。バーティクルをつないで、この B の方には中心点のこれをつなぎたいので持っていくと、このようにつながれたのがわかるかと思います。実際にこのバーティクルの中には0、1、2、3と各面の4点が、接点が、収まっていて、で、これが0から2、0から35で36個の箱があって、それに対して、こちらも、こちらですね。こちらの点も全部で36個あるので、それに対応する、結び方に、こちらがなってるかと思います。そして、先ほど使ってたこれですね。パーティションリストですね。パーティションリストはもうポリゴンで繋いでいくんですけど、ポリラインですね。ポリラインをこのような感じです。これはこちらで、まず点が下にあって、この点をフラットに直したんですけれど、このフラットに直した後に、パーティションリストで、ここには6が入ってて、で、リスト、ポイントリストというので、ちょっと確認したらわかりやすいのかなと思うんですけれど、こちらですね。点の番号が012345、012345という風になってて、このパーティションリストで6個ずつに分けたので、このように番号がきっちり分かれてるんですけれど、フラットンのままだと、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11と繋がっているので、その、ポリラインでうまく繋げないというのが起こってしまうので、一回、パーティションリストで6個ずつに区切ってから、ポリラインで繋ぐという流れですね。で、次に、こっち側も繋ぎたいので、こちらフリップマトリックスというコンポーネントを使って、これを、この6個に区切ったもの、パーティションリストのこの後につなぎます。そして、これをポリーラインでもう一度つなぐと縦の部材になりました。こちらはこのイラストのイメージと一緒なんですけれど、ポイントの方がわかりやすいですね。これだったら0、1、2、3、4、5と手前にこう数が上がっていくという感じなんですけど、これだったら0、1、2、3、4、5と横に展示されてるのがわかるかと思います。方向がこっち側に変わってるのがわかるかと思います。こちらが下の部材で、こちらが斜めの部材で、こちらが実際に上の部材ですね。そして、ちょっと見た目を良くしたいので、パイプで
マージで一旦まとめて、ちょっと太いですね。このようなトラスができたと思います。こんな感じです。ちなみに、面をつけたりしても、結構綺麗かなと思います。こんな感じですね。今回は以上となってます。立体のトラスを作ってみようという動画でした。このトラスは 3D プリンターとかで出力もしてみたいなと思ってるんですけど、ちょっと出力してみたところ失敗とかも起こったので、動画にするかどうかはまだ考えてます。皆さんも作って、ライのグラスホッパーでこのトラス作ってみてください。ありがとうございました。コメントお願いします。